こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回紹介する動画はニース最終日に旧市街地を観光した時の様子をお届けします。ヘルシンキに向かう飛行機の時間まで結構時間がありましたので、最終日も最後まで満喫することができました。よかったら今回の旅も一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは本編スタートです。おはようございます。滞在先の近くのパン屋さんで買いました。クロワッサン買いました。クロワッサンとこのショコラのを買いました。2つで 2.7 ユーロだったかな。そんなに高くないと思います。今日でフランス滞在最後になるので、最後にパン屋さんでお買い物しました。この後海で食べてもいいかな。朝いっぱい食べれないからね。おすすめしてもらったチョコレート屋さんに来ました。なんかレモンのドライフルーツとかジャムとか美味しい。テイスティングできます。少しお土産に買って帰ろうと思います。クロワッサンに教えてもらって来てみました。チョコレートとフルーツの工場が合体してできたショップなんだそうです。で、上もこんな感じで、店員さんが日本の方で上見てきていいよって言ってくださったので見学に来ました。わー、こんな風になってるんだ。来てよかった。工房になってるって知らなかった。わあ、今買ったやつそこにある。日曜日だから誰もいないけどゆっくり見れていいわ。わあ、美味しそう。これかわいいね。自転車、ニースの自転車みたい。お買い物したの。お買い物しました。ここで撮ろうかな。おしゃれ。お買い物しました。こうなってるんだ。あ、テイスティングがある。いただいちゃう。飴だった。噛んじゃった。ロリニャっていうお店ですね。ここ YouTube でもあんま見たことなかったから、フォロワーさんに教えていただいてよかった。来れて。今日帰国するので荷物また増えちゃうけど。なんか店員さんが日本の方でいろいろ聞けてよかったです。おすすめのとかで、レモンがやっぱりここ有名なんですよね。だから普段はコーティングされてる、チョコでコーティングされてるフルーツのものって食べれないんだけど、昨日食べさせてもらったら美味しかったからお土産にお買い物してます。うわー、美味しそう。
こね試食ができるからいいよ。味見しながらちょっと確認しながら選べるっていうのも楽しめます。最後の最後でいいお土産ができました。昨日教えてもらったお花のことやっとこれで分かった。食用のお花なんだね、紫。ということでお買い物してきました。日本の方が店員さんで、よかった、安心してお買い物できて。でなんか飲みの市メリーゴーランドがあるところでやってるみたいなので、ちょっと行ってみようと思います。あと1回ちょっと部屋に戻って、チョコレートなので部屋に置いてからまた1回戻ってくる予定です。ニース最終日になりました。ちょっとお天気が曇り空ですが、海は、クリームソーダみたい、めっちゃ綺麗です。でお店の人にいろいろ聞いて、ちょっと旧市街とか回ってみようかなと思ってます。あと最後ね2時間ぐらいしかないんですけど、ゆっくり最後ニース満喫してヘルシンキに向かいたいと思います。気持ちいい。お嫁さんこんなに近くに接近しちゃった。逃げない？逃げる？やっぱスカート持ってきてよかった。スカートとこのクロックス持ってきてよかった。ニースの海ですよ、これ。地中海の海を舐めてましたね。本当に綺麗。なんか山からの砂と濁ってクリームソーダみたいな色になるみたい。ちょっと濡れてもいい足なので、あえて濡れてみるかな。来た。冷たい。冷たいよ。結構ね、冷たいのに泳いでるからね。でも昨日フォロワーさんと話してたら、朝の方が人も少ないし暑くもないし波も穏やかだから朝の方がいいって言ってましたね。だから朝からみんな入るのかもしれない。ニースは本当リゾート地だからいろんな国の人がいますけど、楽しかったな。なんかいろんなとこ行って楽しく過ごせました。いやー本当に気持ちいい。でまた道路に戻ってきました。ここはものすごい広いスペースなんですけど、イギリス人が作った道路なんだそうですよ。ということでイギリス人が作ったという広い通りを歩いてます。車とかも通らないからゆっくり歩くことができるんですよね。こんな感じ。こうちょっとずっと歩いていくと旧市街に向かいますので、そっち行ってみようと思います。その前にちょっとカフェ寄りたいな。ビーチ見ながらちょっと下に降りてみようと思います。もう一回パラソルが開いててザ・避暑地って感じ。なんかバカンスな感じですよね。これは絵になるわ。ずーっと歩いてきました。すごいよ、海がめっちゃすごい。もうなんか
言葉いらないよね。素敵。結局一番最後、このプロムナードの最後まで歩いてみました。結構足がブルブルになっちゃったけど、本当はコーヒー飲みたかったんだけど、結局ね、ベンチに座って朝買ったクロワッサンショコラをいただいてました。海見ながらのんびり、なんか別にカフェに入んなくてもいいかなってぐらい眺めが良かったので、ちょっとぼーっとしてたらイタリア人の方に声かけられました。急になんか隣に座ってきて話しかけてきた。めっちゃ慣れ慣れしい感じ。びっくりするよ本当にでももう帰るし時間ないからって言ってもう話切り上げて出てきましたけど、あとねもう1時間半くらいしかないので、ちょっとね最後にもう一回広場の方行ってみようと思ってます。なんかここまで来るとこんな感じで砂浜からこの海水が入ってきてるところがある。ちょっと不思議な感じですね。パラセーリングしてる。気持ちよさそう。いつかやってみたいな。また今度円高になった時にでも家族と来れるといいな。どこまで行くんだろう。あそこで着水なのか。楽しいだろうな。本当はさ、ここでカフェしたかったんだけど、ここで一人で飲んでたらまた来ちゃうかな。なんか近すぎるから楽しみにしてたんだけど、ちょっともう一回広場の方に行こうかな。ニースの可愛いトラム、いくらなんだろう。でもなんかあんまり本数ないね。9時40分からで9時40分、10時20分ごとか。大人が12ユーロで子供が6ユーロって書いてある。あんまり本数ないね。大きいバスもあったけど乗ってる人少ない気がする。この辺りが旧市街地になります。お土産もまだ買ってないからこれからちょっと買おうかな。ここには噴水があったのかな。今工事中です。でこの右側が新市街地の方になって、この左側が旧市街地になるそうです。なんか街並みが全然違うよね。昨日行ったユニクロがある方は新市街地の方だと思います。ニースは観光が最後になっちゃいましたけど、ここが旧市街になりますっていうか、さっきね教えてもらったんだよね。この辺りが旧市街だよって。よく正面に滝が見える。昨日行ったところかな。ちょっと遠くて分かんないかもしれないけど、あの辺りに見えます。これがニースのオペラ座。可愛いお土産屋さんがありました。この辺あたり一体そうみたい。さっきのところよりお土産の量が多いな。この辺り一帯はレストランもあって、昨日来たここサレヤ広場なんですけど、もうお昼過ぎたからかな、市場終わっちゃってますね。建物素敵。ニースはコンパクトだから何回も同じ場所を歩いてる感じがする。旧市街はこういう細道が多い。可愛いですね。
歩いてたらニースの郷土料理であるソッカのお店で結構列ができてたので買ってみることにしました。美味しそう。はい、can I have one soca please? 50って言い忘れちゃった。どんなんなんだろう。スープっていうの。どんなんなんだろう。焼きたて食べた方がいいってことなんで。いただきます。ちょっと食べ歩きしていこうと思います。これで3ユーロでした。5ユーロからクレジットカードなので、もう現金があと5ユーロしかない。ソッカってなんだろうと思ったらひよこ豆をこの子潰したような感じなんだって。結構美味しいですよ。薄焼き卵の味になんか似てる。美味しいよ。塩味が結構強いけど美味しいです。ちょうどいいお昼になりそう。これがソッカだ。ピザにもなる。ここはガレリア広場って言ったかな。言い方が間違ってたらいいですけど、メリーゴーランドとかメリーゴーランドがある場所、何度かねここ通ってますけどやっぱり雑貨だな。雑貨でアンティーク市って感じではない。マーケットですね。そこにメリーゴーランドがある。ここも同じような感じのマーケットになってるけど、雑貨中心なのかな。やっぱりここ品はないですね。雰囲気でも結構好き。なんかニースを拠点にカンヌに行ったりエズムラに行ったりモナコに行ったりしたので、あんまりこのニースの中は観光できなかったんだけど、でもニースは結構小さい町だし、海見てのんびり過ごすだけでも十分楽しめるんじゃないかなと思います。でホストの方にも恵まれたし、あとフォロワーさんになんかカンヌのおすすめの場所連れてってもらったりとか、すごく有意義な時間を過ごせました。本当に楽しかったです。ということでそろそろ私も部屋に戻ろうかな。スーツケース取りに。もう時間4時です。結構今午後の4時です。フライトが7時55分なのでまだもうちょっと時間はあるんですけど、部屋で荷物パッキングして少し一息ついてから向かおうと思います。このソッカ食べながら入ってるんですけど、思いのほか塩分が強くて食べきれそうにない。今あともうちょっとで、もうこの後空港に向かいます。でホストの方がすごく言葉は少ないんだけどすごくいい人でした。でチェックアウトは12時だったんだけど、もし飛行機が遅れたりとか飛ばなかったら部屋使ってもいいよって言ってくれて、すごい本当口数は少ないけど優しい人でした。なんかいいご縁がたくさんあって楽しいニースの旅行でした。こっち行ってみようかな。
なかなかね、そういう出会いってなかなかないですもんね。で最後になんかイタリア人からナンパされちゃったけどイタリア人ってすごいよね。誰にでも声かけるからさ、電話番号教えてとか、コーヒー飲みに行こうとか、今さっき会ったばっかりなのに声かけてくる、なんか不思議な感じ。今回滞在しているエアビーはこの先になります。朝来たパン屋さん、もう昼間はもう閉まってるんだね。エアビーをチェックアウトしました。すごい口数少ない人だったんだけど、日本語も少し話して、挨拶程度話してくれて、でこのスーツケース4階まで上げなきゃいけないのにずっと運んでくれて、もうすごい助かった。でしかもこのスーツケース見て、これちょっと荷物がもうだいぶ増えたので、ここ広げたんですよ。拡張しちゃった。ちょっと23キロ超えてるかもしれない。チェックインの時チェックしないといけないなと思ってます。ではでは空港に向かいます。バイバイニース。来た時気づかなかったんだけど、エレベーターがあるので、スーツケースある人は絶対利用した方がいい。帰りは楽々でした。バイバイだ。あれに乗って空港に向かいます。チケットも買ってあるから大丈夫。次来るときはフランス語もう少し話せるようになりたいな。せめてシルブプレー言いたいですね。次はヘルシンキ。また言語が変わる最後の地になります。バイバイです。空港に到着しました。なんか飛行機遅れるってことで、7時45分発が8時15分発になりました。この後荷物チェックインします。ラウンジが残念ながら満席、人がいっぱいで使えなかったんですけど、結構時間をニースで過ごしたので良かったかも。この後フィンエアーでヘルシンキに向かいます。自分で手配したチケットがこれで最後になります。これまでアクシデントもなく順調に進んで本当に良かったということで、この後はヘルシンキからお届けしようと思います。ヘルシンキ行ってきます。ボーディングの時の人がさっきのチェックインカウンターで行けるよって言ってくれた人だった。なんかちょっとほっとした嬉しい。さっきチェックインカウンターでビザがないとみたいな感じでちょっと揉めてたんで、どうなっちゃうのって思ったんだけど、無事に寝ました。でさっき飛行機乗るこのチェックインしたら同じ受付の人だったの、ちょっと嬉しかった。いや楽しみ。今回座席指定ができなかったので、窓側じゃないのがね残念ですね。ジュールの海がちょっと向こうに見える。さよならだ。なんとこの緊急脱出用の非常口シートかになっちゃったので、荷物が足元に置けませんでした。全部全ての荷物を上に上げなきゃいけなくて、このシートポケットしか使えないんだって。で飛んだら出せるよってことなので仕方ないから上に入れました。結構足元広々なんだけど、ここだけなのかな。すごい広い。またなんか来ないから窓側開いてました。やったー、ラッキー、めっちゃラッキー。フィンエアはもう座席指定が有料なので運なんだけど嬉しい。
Oikein mukavaa iltaa, hyvät matkustajat. これで Tervetuloa 窓際の tänne 席 lennolle 獲得しましたよ。 Helsinkiä. 楽しみですね。 Toimittavan lentokapteenina ja toisena ajana tänään Tomi Hiltunen. Matkustavan puolella ニースは本当海が綺麗でした。与論島とか沖縄も負けてないけどね。でもやっぱり海外行って建物も合わせてだから、あと雰囲気とかね、やっぱりそれはかなわないけど、でも本当に楽しい経験ができました。バイバイニース。ということで、フランス・ニースの動画はいかがだったでしょうか。これから旅行をね予定されている方にお役に立てれば嬉しいです。動画が参考になりましたらグッドボタンと高評価いただけるととても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次はヘルシンキに向かいます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。